週3休みだったっていうのが一番。10連休ぐらい年に1回取れれば行こうと思ったら海外にも行けるじゃん、普通に。ブラック的要素はほぼないんだよね。はい。この後のご予定って何かありますか？今日はですね、新卒2年目かな、社員3人ぐらいとランチに行きます。それ僕らついていってもいいですか？あ、全然いいですよ。ご一緒させていただければと思います。お願いします。すみません、ちょっと本日同行させていただくのでお願いいたします。そばって普通のざるそばしかないのかと思ったら梅おろしみたいなの書いてあって、めっちゃ美味しそうって思って、同じのにしてました。同じのじゃん。うなぎも迷ったんですけど。うなぎなんてあったんですか？ありましたよね。ありました。マジで？遠慮しました。そうなの？変えてもいいよ別に。買えない。一人だけでしゃばってうなぎとか。いや、わかんない。今田ちゃん便乗するかもしれない。絶対私がうなぎって言ったら上田ちゃんも言うだろうなと思ってた。めっちゃ迷ってました。今日はなんて言われてきたんだっけ？そっか。そっか。いや、多分僕の解釈からするとですね、AD の新卒2年目の子たちをあんまり構ってあげられてないから飯連れてってあげてくださいって言われて、おお、分かったっつって。あ、そこです。皆さんのそのアップルさんの中でどういう業務をされてるのかとか。ラクニコスで予約されてくる引っ越しを確認したり、メールとかメッセージで受注したりする仕事してます。上田美優です。アドバイザーの仕事をして電話を通してめっちゃ美味しそう。電話を通して見積もりの案内したりとか、自分が実際に受注したりとかして引っ越しのサポートをしてます。中村ひろかです。上田ちゃんと同じアドバイザー職で引っ越しのサポートをしてます。いただきます。いただきます。韓国料理屋さんで娘さん働いてるって本当ですか？今もう行ってないんじゃないかな。あ、いないですか？なんか受験で忙しいから多分。前も結構いたの。あ、そうなんだ。結構食べに行きますよ。あ、本当に？今ね、いても月1、2とかじゃないかな。見たかったです。なんで？この前海外の話したじゃないですか。うん。どこの国がいいとかあります？中村ちゃんは海外行ったことないんだっけ？海外はありますよ。どういったの？韓国と中国。韓国はね定番だけど、中国は何で行ったの？中国はおばあちゃんが、あ、なるほどね。大学合格祝いみたいな感じでツアーみたいなのを予約してくれて1週間ぐらい行きました。おばあちゃんが中国にいるとかじゃなくて、あ、ね、なんで待って関係ないの。どうだったの中国？楽しかったです。みんな韓国は行くんだな。今田さんは海外行きました？韓国しか行ったことない。ほら韓国。社長のおすすめスポットはどこですか？海外行くなら行きたいんですよ、海外。おすすめか。まあでもいろんなとこ行った方がいいと思うけどね。バケーションナインとか作った目的はさ、やっぱ日本だけ行くと基本的にこう狭くなっちゃうじゃん。10連休ぐらい年に1回取れれば行こうと思ったら海外にも行けるじゃん、普通に。国内だったらね、毎月の中で別にちょっと休みつけたらいけるかもしれないけど、お金と時間が許す限りいっぱいいろんなとこ行った方がいいんじゃないかなと思うから。一番も治安が悪いみたいなところでした。どこの国が悪いとかって実はあんまなくて、行っちゃいけないエリアとか、アメリカとかは危ないの。ニューヨークのマンハッタンの真ん中ぐらいは夜歩いてもそんな問題ないけど、リオデジャネイロとかも行ったことあるけど、あんまり危ないエリア行かなければ本当に問題ない。それに東南アジアとかでいいと思うから全然遊べるし、ハワイとかさ、女子好きじゃん。俺行ったことないし行きたいと思わない。この前アメリカ行った時、ビール1杯2200、300円だった。集まって1600円だって考えたら全然遊べないから、東南アジアとか行った方が全然通貨がまだそれでも日本から買い安いから全然遊べる。同期同士で会社内で話すメンバーグループみたいな感じになってるのは何人ぐらいいたりしますか？もうみんな仲いいです。特に誰とかないです。その中でもすごいあの子ね、君はね、みんなです。みんな頑張ってるんで本当に。1年目の子たちを見ていると、なんかこう思うなみたいなことはあったりします。自分たちよりできてるからやばいよね。本当にそのイメージです。先輩社員とのコミュニケーションとかもあったりするんですか？
ありますね。ご飯連れてってもらったりとか面談したりとかしてたくさん話す機会はいただいてます。入社した理由とか知りたいですね。私はもうとりあえず上京がしたくて、本当に正直に言うと週3休みだったっていうのが一番。まあそんなもんだよ、大丈週3休みなんですか？夫。アドバイザーは1日の勤務時間長くして週3休みにしてるんですよ。今から成長するみたいな会社だったんで、一緒に成長したいなって思ったのがきっかけです。成長しきってる会社って楽しくないなって思ったのがあるから、成長中の会社は波乱もいっぱいありますよ。本当に私も混じりたいなって思ったんです。一緒に波乱もいっぱいありますよ。週休3日なんですけど、やっぱ一番理念の引っ越しを通じて、いろんな人の笑顔にするっていうのを聞いて、自分の笑顔に活かせるかなって思いました。なんか面接みたいになっちゃう。私も週休3日に惹かれました。実家から通えるところが自分が何の仕事をやりたいか実際大学生の時にあんまり分からなかったから、そういうところで選んだ。まあ別にそんなに恐れ多く言わなくていいよ。週休3日そんだけやっぱヒットしたじゃんって、あれ俺なんだから。最初はそんなもんでしょ。僕からしたらしてやったりですよ。まあ結果とはね、成長できればいいだから。仕事の面でここうまくいかなかったとかってなんかあったりするんですか？いっぱいありますよ。間違えて料金案内したとか。そういうのってどう対処していったらとかってありますか？やっぱ聞くべきことを聞いていけばっていう感じですかね。なんか仕事って大事なんです。結果も大事なんだけど、結果が出るってことは本来はやるべきことをちゃんとやってますよっていう結果だから、結果ばっかり追っちゃうと、やるべきことのこのプロセスを大事にしないと長続きしない。ゆっくりこうちゃんとできるようになるとか上昇するとか会社もそうだけど、こうなっていくものってこの上がってきた速度と同じぐらいで崩れるとしてもそのぐらい崩れる。こう上がったやつはこう崩れるんだ。やるべきことをちゃんとやっていれば別に結果が出なくても会社としては焦らないって感じ。本当は評価も営業今そうだけど、何件取れたかっていくら受注したとかね、全部やめたいな本当は。であんま勝手なこと言ったら余計なことやられてそうじゃなくて、ちゃんとお客様に寄り添ってちゃんと案内できてください。いつも言う、自分にとって大事な人、例えばじゃあそれこそお母さんとか親戚とか兄弟とか、もしくは大事な友達とかと同じように、まず来たお客様に全部接するつもりでいきましょう。ここまでは最初はだからこうホスピタリティみたいなもので、こういうのってやっぱ人間性がちゃんと磨かれないとちゃんとできないからで、プラスその決まってるオペレーションをまず必ずちゃんと聞くべきことを聞いて案内すべきことをする。基本が絶対何にしてもあるから、これが正しいと会社で一応なっているものをちゃんと純粋に実行する。この先にいろいろ細かく直した方がいいところがこうした方がいいと覚えてくることができるじゃない。とにかくこの2つをやっていれば、あとは経験していって自分なりに学習していけば絶対結果が出ますよねっていうスタンス。このとにかく磨くっていうのが多分世の中で3年ぐらいだと思うんだよな。1ヶ月ものすごい、今だったら受注件数いきなり200件だけ出しました人がいたとしましょう。まあ100歩譲って年間で1500件取りましたね。すごいねってなるでしょ。でもいけたるけど調子こいてもっと稼ぎたいとか、もっとなんか私はできるはずだとかやめたっていう人と、例えばなら付き合った彼氏が1年間しか付き合わなかったけど毎月すごいとこ連れてってくれたともう一方で会社だとしたら入社してからまあ最初は全然取れなくて年間とかじゃそれでも頑張って500件でした。2年目も600件になりました。3年目700件になりました。4年目800件になりましたけど、5年働きました。まあトータルで言ったら3500件になってるんですよ。でもちゃんと5年間やりきったと真面目に。彼氏で言ったら5年間すごいとこは連れてってくれなかったけど、でもコンスタントに彼氏の収入が上がるためにちゃんと頑張っていろいろ連れてってくれたと。まあこれで別れちゃったけどねと。まあみたいに考えたときにどっちがいいですかみたいな話。会社はずっと言ってるのは後者なんですよ。すごい成果出せるけどすぐ辞めちゃう人とかはいらないっつって、ウサギとカメで言うならウサギはいらないと、カメは頑張ってとかと、シンプルに俺としてもなんかウサギみたいな人と働いて俺は楽しくない、別に応援してあげる気にならないから。でもカメの人みたいな人がさっきまさに言ったやるべきことをやろうとして頑張ってる人、こういう人が評価されたりとか結果が出せるようにとか人生として成長できるようにっていうのを応援してる方が俺は好きなの。
血の上にも3年って入社式の時も言ったかもしれないけど、3年はやっぱりやんないとそういうのあんまり分かんないし、うちの会社は別にキャップ引いてみても、特にアドバイザーとかなんかはブラック的要素はほぼないんだよね世間一般で言われる。今うちのこの言い方以降俺からしたらすごい有利なと思ったりするんだけど、中で3年も逆に続かないんだったらお前やばいよって思う3年経たないと本当にその人の人となりがやっぱ分かんなくて、3年続けてまず一定の信用を受けるし、中学校とか高校だって3年間頑張ってたらと思うんですけど俺って大変だと思うけど、まずは一旦継続することが大事だと思います。もちろんですよ。何も知らないじゃないから先ほどうさぎと壁の話もあったように、今後採用活動がされてると思うので、どんどん新卒の方増えると思うんですけど、今後なんか一緒に働いていきたい人とか、どういう人物像であれば堀さんに合ってるかとか、そういったところって本社長が思われる理想人物像とかを教えていただきたいなと。真面目なやつがいいっすよね正直者がバカを見るって言葉は結構嫌いなんですよ、正直な人ほどいい人生を送れないといけないなと思うんで、会社としてはそうですね、だから正直っていうか真面目な人を雇ってしっかりと自分の糧にしてもらって、正直者が結果を出せるようなスキームにしたいなと思いますけどね。せこいやつが嫌いです。はい、そういうのをなんか面接とかでも1回の面接とかで分かっちゃうタイプなんですよね。俺はすごい分かるんですよ。オーラとかで。いや、オーラとかじゃないんですよ。所作なんですよ。非言語コミュニケーションみたいな話で、私ちゃんが面接官だとして、こんにちは、よろしくお願いしますっていうやつと、こんにちは、よろしくお願いしますっていうやつとみたいな、この差が全部出るんですよ。要は入室する前から座るところまででほとんど出るんですよ。気遣いができるとか配慮できるとか考えられるかっていうのも全部そこで分かるわけですよね。で、そういうのが分かんない人って、俺は仕事で結果出すから別にそんな髪型とか身だしなみとかどう思われるか関係ないんですよって最初から来てるやつってそういうことに配慮できないやつじゃないですか。そういう違いみたいなのがあって、そういう意味だと正直面接しててほとんど落選なんですよ、僕は。でもそれ言ってると全部落選になっちゃいそうだから、至らないところも受け止めて見てましたね。何かしらかなり欠点があるようなやつをどううまく動かして成果を出させられるかっていうことをずっとテーマでやってきて、そうすると全部採用しちゃうんですよ、僕。本心的にはやっぱりそういうダメなやつを頑張らせたいからで、この面接してると逆にやる気出させちゃって、で僕は全員採用しちゃうんでダメなんですよ。もう一個は思ってるのは、正直こんなこと言ったら人事怒られちゃうけど、やっぱね、採用の時は分かんないですよ。これもさっきとちょっと深いんですけど、やっぱ3年働かないと結構判断できないことが多々ある。真面目なやつってやっぱちゃんと聞いて実行しようとするし考えるんですよ。真面目なやつじゃねえな、みんな大体考えるんですよ最初は。でも大体それが続かないんですよ、若い人特に。でそれを続かなくてももう一回ちゃんと真面目に考えて頑張れるやつかとか、話だけは真面目にちゃんとできてなかったとしても聞けるかどうかみたいなのの本当にそうなのかなっていうのはやっぱ3年ぐらい。あんなに最初は前向きで働いたのに、なんかいきなりもうどんどん会社の悪口しか言わないじゃんこいつみたいになったりとか、時間積み重ねて信用を積み重ねるっていうのはやっぱ一定数見ないと、とにかくやっぱ真面目かどうかっていうのは本当は一番大事で、ぶっちゃけ家族とか友達とか一番だと親を本当は見たいです。人の価値観って10歳ぐらいまでに9割決まる、9歳までに9割かなって言われてるんですけど、圧倒的に親なんですよね。でこれは自分の子育てしても思ってて、家でも仕事がつまんねえとか仕事辞めてとか言ったこと当然ないわけですけど、うちの息子たちとかも別に働くことに対して何の抵抗もないわけですよ。むしろ早く働きたいみたいな。で僕もなんで学校行かなかったけど構成できたかなって思うと、やっぱ母親なんですよね。親から受け継いでる価値観結構でかいなと思ってて、で親がどういう人なのかっていうのは結構やっぱ聞きますよね。それだけで判断しちゃいけないし、あんまり良くない環境で育った人を否定するわけじゃないんですけど、100歩譲ってでもそれすらも理解して、じゃあどう進化できるのかとかっていうのは見ないといけない。ありがとうございました。ありがとうございました。また移っていただく機会があるかもしれないんで、その時お願いします。お願いします。お疲れ様です。はい。